日各番、太田です。今日は僕が思うベトナム人女性の魅力トップ5と、あと、日本人女性と比べてみてここ違うなって思うところを2つお話ししたいと思います。僕はだいたいこれまで20カ国ぐらい海外旅行行きました。で他にもね、仕事とかでも海外に行く機会があって、比較的に普通の人に比べると海外に友人がいます。でみんな知ってる通り、僕の彼女のハイちゃんはベトナム人です。そんな僕だからこそ分かるベトナム人の女性の魅力をお話ししていきたいと思います。でちょっと補足なんですけど、僕のね YouTube チャンネルを見てくれている人の3割から4割ぐらいは日本人の人です。で多くの、その日本人のイメージですけど、日本に住んでいる外国人の、大多数はだいたい中国人か韓国人か、あとはフィリピン人かなみたいなイメージがこれまでありました。これはね、僕の例えば両親だったりとか祖父母とか、そういった身の回りの人も含めて、最近ベトナム人の人が日本にすごく増えているんだよっていうことを知らない人もまだまだいるんですね。なのであまり関心がない人からすると、あれなんかいきなりベトナム人めちゃくちゃ増えたぞみたいに考えてる人も結構いるんですよ。なぜ今日本にたくさんのベトナム人の方が来ているかっていう動画はまた別で作ります。この紹介をするにあたって僕もねやっぱいろいろ調べました。インターネットで確かにその通りだなって思うところも、意見として取り入れてますし、これは違うなと思うところを外して、あくまでも僕の主観とか経験を通してお話しするので、ベトナム人の視聴者さんは私たちってこういう風に見られてるんだとか、私たちって日本人とこんな違いがあるんだっていうところを、見てほしいですし、一方で日本人の人はベトナム人の女性ってこんな感じなんだっていう風に見てくれればいいと思います。あくまでも僕の主観です。はい、じゃあ早速トップ5を紹介していきましょう。第5位は男性も女性もねちょっと該当するんですけど、楽天的でいつもニコニコしているです。これはハイちゃんだけじゃなくて、例えばベトナム人の社員とかベトナム人のそれ以外の友達とかと話してきて、特にこう日本にいるベトナム人の子、学生だと働ける時間に縛りがあったりとか、あとは大都市圏、ね、東京とか大阪とかそういったところで住んでる子はやっぱり家賃とかね食費とか結構かかるんですよ。それなのにそこから仕送りとかもしている子がいて、本当に感心させられます。おそらく日本人の多くは、もし全くねお金がなくなったらどうしようって、しかもそれが海外だったらめちゃくちゃ焦ります。多分ね僕も笑う余裕がないかもしれないということで、第5位にランクインしました。次に第4位、料理がうまい。比較的にベトナム人の女性は日本人の女性よりも料理がうまい人が多いんじゃないかなって僕は思ってます。これはベトナム人と関わったことがある人は感じてる方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。包丁の使い方は日本人と少し違って、日本人はこう内側にねこう皮をスライスしながら切る感じなんですけど、ベトナム人のことがこう外側にやる子とかもいて、小さい頃から例えばおばあちゃんとかお母さんとかの料理をねこうずっと一緒に手伝ってあげてた時に上手くなったっていう子がかなり多いですね。実際に僕の働いていた会社にベトナム人の子たちが何人かいて、でその子たちが料理を作ってくれる時があったんですね。その中には初めて会った子もいたのに、チームみたいに手際がいいし作るのも早いし、しかもめちゃくちゃ美味しかったんですよね。次に第3位、一途。これは男性の方にとってはというか僕にとってすごく重要で、ベトナム人の女性はね本当に一途な方が多いです。僕の周りにいるベトナム人女性からよく聞く話だと、例えば彼氏とか、旦那さんがいた場合、どんなにかっこいい人とかどんなに性格がいい人がいたとしても、今の彼氏とか旦那さんを裏切ることはしないっていう話はねよく聞きます。これは一度恋愛でねなんかこう浮気とかで昇進した人にとってはすごく大事な要素だと僕は思ってます。なので、第3位に入れました。一方で一途な分浮気とかをするとめちゃくちゃ怖いです。たまにねこうやって Facebook を見てるとすごいボコボコにされた人の動画とか出てくるんですよ。でなんだろうと思って見てると大体浮気の話が多いです。なので僕の動画を見て、ベトナム人女性一途なんだいいなと思ってぜひぜひ付き合ってほしいんですけど、その代わり一途に愛してくれる分こっちも一途に愛さないとすごい怖い目に遭いますよっていうのは僕からのアドバイスです。そして次に第2位、家族思い。
これはねハイちゃんを見てたらよくわかるんですよ。例えば1週間に1回、お父さんだったりとかお母さんとか弟とかおばあちゃんとかともうよくね電話してるんで、他にも家族のために薬とか、あと今ね寒いんでね洋服をこう買って送ってあげたいなとかいつも言ってます。他にも例えば僕がベトナム人の採用面接を担当した時にいつも聞く質問があります。お金が貯まったとしたらそのお金を使って何をしますか。この質問をすると一番返ってくる答えとしては家族に仕送りをしたいっていう話が出てきます。こういうことからもいかに家族思いかっていうのが分かりますよね。そして第1位、心が綺麗。僕はベトナム人女性だったりとか日本人女性だけじゃなく今までいろんな国の女性と関わる、機会がありましたが、この第1位の心が綺麗っていうのはもう間違いないです。この多くの日本人が忘れてしまったなんか大切なものっていうのをベトナム人女性は持っているっていうふうに僕は感じてます。本当に例を出したらたくさんあるんですけど、例えば困っている人を本当に素直な気持ちで助けてあげたい、そして助けてあげるとか、これをねうまく説明するのは難しいんですけど、変な裏をかいた気を使わないんですよね。何かやってあげた時とか手伝ってあげた時にその見返りを求めない、本当に素直な気持ちでやってくれるんですよね。これも僕の彼女のハイちゃんを例に出すと、ハイちゃんはいつも家の周りに住んでる近所さんとか、あとはそのご家族とかそういった人たちに自分から挨拶するんですね。おはようございますとかこんにちはとか。日本人はそういうことをちゃんとやりましょうっていうのを子供の時には教わっててやるんですよ。やる人が多いです。僕もやってました。ただねだんだん大きくなってくるとやれない人が増えてくるんですよ。そういう挨拶一つをとっても誰かを助ける、手伝ってあげるっていうことをとっても日本人にとってはすごくね新鮮で愛されやすい子が多いんじゃないかなって僕は思ってます。これどうかなって思うんだけど、僕のね祖父母とか親はハイちゃんが大好きで、もう僕より全然仲いいですもん。はいということで1位は素直で心が綺麗でした。で次にこれは日本人女性とベトナム人女性で特に違うなって思ったところを2つ選んで持ってきました。日本人女性とベトナム人女性の違うところ、1つ目、お金が好き。ここで注意してほしいのが、お金が好きっていうところが悪いんじゃないんですよ。1万円札を30万円とか束にしてFacebook にね写真を撮ってあげてる方結構いるじゃないですか。あれが日本人にとってあんま良くないかなっていうか、日本人女性がやらないことです。当然ね日本人にもお金持ちになりたい人はたくさんいます。たくさんいるんですよ。ただそれをね少し稼いで、別に Facebook でも Instagram でもいいし、Twitter でも何でもいいんですけど、そういったところにねアップロードしてしまうと日本人だとイメージ良くないんですよ。写真をアップロードしている人っていうのは日本人の中では例えばね詐欺をやるような人だったりとか、あとは成金って言って、そのお金が大好きでそれをみんなに見せたい、自慢したい人っていうイメージがあるんで、あんまり印象良くないです。これは正直な話なんで、もしね日本人の彼氏とか欲しいよって人がいるとしたらそれはやめといた方がいいです。もちろんね全然お金はどんどん稼いでください。で貯金もして好きなものも買ってほしいんですけど、それをアピールするっていうのは日本人はあんまりしないですよっていう話です。2つ目、怒るとめっちゃ怖い。これはベトナム人女性とお付き合いされている方はおそらくね共感してもらえると思います。ベトナム人女性って気持ちがねすごく強いんですよ。ちゃんと考えもしっかりしてて自分の気持ちを大切にする。だからこそ例えばね日本人男子とベトナム人女子が付き合った時って結構ね喧嘩多くなると僕は思います。僕もハイちゃんとよく喧嘩します。1日にねもう本当に2回から3回ぐらいは小さい喧嘩も含めたらします。そのたんびにカッチムカッチム言われるのはちょっと怖いんですけど、とにかくベトナム人女性と付き合ったばっかりの人とか、あとはこれからベトナム人女性と付き合いたい、好きな人がいるとか、そういう人は心の準備もちゃんとしといてください。はい、今回はベトナム人女性の魅力トップ5と、あと日本人女性とベトナム人女性が全然違うところ2つについて話しました。僕は仕事でもベトナム人の方と関係性がありますし、彼女も実際にねベトナム人ということでもうすぐねもう付き合って1年になります。
なので大きくはずれてないんじゃないかなって僕は思ってます。ここまでいろいろ話してきましたが、ベトナム人女性には日本人女性と違った魅力がねまたたくさんあって、相性が合う人が多いと僕は思ってます。是非ね話しかけて仲良くなってみてください。最後に僕の動画ではこういった感じでベトナム人と日本人の文化とか恋愛とか仕事とかそういった違いを僕の経験を踏まえて話していきます。コロナが落ち着いてきて僕の仕事もね整ってきたらハイちゃんと一緒にベトナムにね、移動するか、もしくは頻繁にね訪れていくかっていうことも考えてます。もし僕のチャンネルがいいと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。他にもこんな話が聞きたいとかあればコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。それでは Come on the new バイバイ。